世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは学生の頃、漢字の勉強は好きでしたか？小学生ぐらいまでは新しい漢字、特に難しい漢字が書けると嬉しいものでしたが、その感動は年齢を重ねるにつれてだんだんと薄れ、漢字を書くのが面倒にすら感じてしまいますよね。日本で使われている漢字が中国から伝わったものというのは多くの人が知ることでしょう。しかし現代の中国を見ると、日本から逆輸入されたいわゆる漢字熟語が多用されているのだとか。今回は日本語の発展や中国への漢字熟語の逆輸入に関する話題と、このニュースを知った海外の人たちの反応を私、桜井美希のナレーションでご紹介させていただきます。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。日本語には漢字、ひらがな、カタカナと3種類の文字があります。それらをすべて覚え、日常的に使いこなすのは非常に難しいことから、日本語は世界で最も難しい言語の一つと言われているそう。はじめに日本に伝わった文字は中国の影響を受けた漢字とされています。その後、日本国内で独自の発展を遂げ、漢字と漢字を組み合わせて作られた峠のような文字も広く使われるようになりました。カタカナは仏教の法典を訳す際などに使われることが多かったため、当時は男性が使うことが多く、男言葉と呼ばれていたそう。ひらがなは平安時代に女性貴族を中心に使われていたことから、女言葉と呼ばれていました。しかし当時の男性たちがひらがなを全く使っていなかったというわけではないのだとか。例えば934年頃に書かれた紀貫之の土佐日記はひらがなで書かれたことで有名ですよね。そもそも漢字だけでは日本語の微妙な表現が伝わらないことがあったため、庶民にはひらがなやカタカナが江戸時代前期まで通用していました。そのような流れの中で、漢字は意味と音、ひらがなは漢字と漢字をつなぐ役目で使われるようになったのです。明治中期まではカタカナが主流でしたが、現代仮名遣いの樋口一葉らによって現在の形に近くなっていったそう。さらにカタカナの元をたどると、仏典を訳すために使われていたため、外国のものを訳す際には自然とカタカナを使うようになりました。巷ではよくこのような話を聞きます。日本人が英語を取得できないのはカタカナで表記している和製英語のせいだ。カタカナ語があるから日本人は英語を身につけられない。もちろん和製英語には英語圏では通じない間違っているものが多いでしょう。例えばノートパソコン。日本人の中にはこの単語が英語だと思っている方もいるかもしれませんね。しかし英語ではラップトップというそう。その他にもコンセント、キーホルダーなど私たちの身近にあるカタカナは実は和製英語なのです。日本には和製英語が存在することで英語との混同が起こるわけですが、和製英語を英語として捉えるのではなく日本語として捉えると、その違和感を少し解消できるかもしれません。海外から来た言葉で言うと、例えばタバコという言葉はもともとはポルトガル語から来ています。先ほどの外来語はカタカナというルールを適用すると、タバコとカタカナ表記になるわけですが、タバコとひらがなで書くこともあれば、タバコと漢字で書くことも可能ですよね。つまり、たとえ外来語でも日本の暮らしに深く馴染んでいるものは外来語であってもすでに日本語になっているのです。雨の日などに着るカッパ。これは英語のケープと同じ語源ですが、カッパという漢字表記も可能ですし、雨がっぱという連絡した言葉もあります。外来語が連絡することはあまりありませんよね。このようにここまで日本文化に溶け込んでいる言葉も存在するのです。さらに古く歴史を遡ると、漢語は全部外来語であるとも言えます。山という語が伝わった頃、実は日本語にはんの音がなかったそう。それでも今でいうカタカナ表記でさんという音とともに漢字の山はやってきたのです。こうして漢字を取り込むうちにんという音が日本語に入りました。
音の体系を変えつつ、できるだけそのまま取り込むのが日本語の性質と言えるでしょう。もちろん意識的に頑張れば、本当はそのままでなくても新しい概念を取り入れられるはずです。明治時代には教育や哲学、科学、政治、経済などさまざまなところでたくさんの新しい概念を漢語に置き換えて取り込んでいました。これが日本の発展に大きく関与したと言えるでしょう。この時代に作られた和製漢語は、その後日本に来た留学生たちの手で中国、朝鮮半島に伝わっていきました。博士、不動産、不景気、自由、科学、民主、哲学、理想、社会、労働力、人格、政党、政府、経済、人民、共和、共産主義。これらは明治以降に欧米から新しく入ってきた概念などを日本人が苦労して漢字に当てはめて作った熟語であり、その後中国へ逆輸入された漢字熟語なのだとか。もっとも中国では漢字をより簡単にした簡体字で書かれていますが、それでも日本生まれの漢字熟語が漢字の祖ともいえる中国に逆輸入され、広く使われているのは紛れもない事実なのです。その事実がよく表れているのが中国の正式国名である中華人民共和国。その中に使われている人民も共和も日本から逆輸入されたものなのです。また中国の政治体制である共産主義も日本からの逆輸入。これほどまでに中国では日本で生まれた漢字熟語が広く浸透しているのですね。逆輸入語は音読の熟語だけに限らず、日本語そのものであるものも多くあります。組合、取締り、取り消しといった訓読動詞の熟語というものは日本語ですが、中国では組合をそごうと音読を使っているそう。漢語が多いことで耳から聞いたときに同音異義語に悩まされることもありますが、それは日本語が新しい概念を漢字を使ってうまく取り込む性質を持つ懐が深い、懐が広い言葉だからこそとも言えます。この話題を知った中国の人たちからは様々な反応が寄せられていました。その一部をご紹介しますので、皆様も何か意見がありましたらぜひコメント欄にてコメントください。海外の反応。これは認めざるを得ない事実だよ。まあでも僕は日常的に使いやすい言葉を使えれば、それがどこの国から来たものでもいいと思うけど、人民共和国が日本から来た外来語だなんて初めて知った。でも人民も共和も昔からある言葉じゃないの？人民も共和も古文の中に出てくる語彙だけど、現在のような意味はなかったらしい。日本が新しい意味を与えて、それを中国が導入したんだよ。中国語の常用漢字には日本から来た単語が600以上ある。例えば変圧器、配電盤、真空管、機関銃、航空母艦、大本営、百日咳、手足口病、看護師、議会、政治、社会主義、資本主義、銀行、派出所。つまり今の中国人は漢字熟語なしでは生活できないってことで OK？ 日本は中国語に対して影響があったって言えるだけでしょ。言葉を生み出したのは中国語の効能で、日本は中国語をパクっただけ。だから導入ではなく接収が正しい。君が信じようが信じまいが、現代漢語の単語の 80% 前後が日本から伝わった。目を背ける必要はない。これは紛れもない事実なんだからね。中国人が漢字を発明し、日本人は喜んで漢字を受け入れ、多くの新しい単語を作った。中国人もそれをまた喜んで、日本人が作った新語を受け入れた。素晴らしい関係だと思うけど、何がいけないの？中国人は日本に対して一方で恨み、一方では愛してるんだ。恨んでいることについては今更言う必要はないだろう。愛しているのは我々の多くのものが日本の影響を受けているのを否定できないから。日本と中国はそういう関係でいいんだよ。孔子の言葉を借りるなら、
三人行えば必ず我が師ありだよ。他人の行動の中には必ず自分の参考になるものがあるって感じの意味なんだけど、役に立つものとか先進的なものは素直に学んで素直に使えばいいんだよ。韓国人みたいな恥知らずにならなければそれでいいんだ。以上が中国人の反応です。身近な言葉が日本から逆輸入されたものだと初めて知った方も多いようですね。また、どこの国から来た言葉であれ、今を生きる私たちが使いやすければそれでいいのではないかとの声も寄せられていました。大昔ほど国と国との垣根が高くなく、文化交流が積極的に行われている中で、自国の言葉だけでどうにかするというのはもはや難しいのかもしれません。そんな現代だからこそ、お互いのいいところを積極的に取り入れられるような柔軟な考え方が必要不可欠なのです。今回は日本語の発展や中国への漢字熟語の逆輸入に関する話題をお送りしました。大昔に中国から漢字が伝わり、それが日本で変化し、変化したものを中国が取り入れる。この時代の流れは決して悪いものではなく、むしろ好意的に捉えられるべきなのではないかと思います。一部の中国人からは文化の侵略との声が上がっているようですが、すでに一般化したものを今から排除するのは現実的ではありません。日本でも外来語と区別こそしているものの、人々の暮らしに深く馴染んでいる外来語はすでに日本語のような風格を持っていますよね。中国で使われている漢字熟語もそういったユニークな位置づけになればいいのではないかと思います。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。